やっぱり私バカだけどって言う前よりも言った後の方が間違いなくバカに近づいてる。はい、こんにちは。こんにちは。4つの約束。世の中で幸せになるための方法は、もうすでに誰かが本とかいろいろな本に出してるんですよ。他で言うと、7つの習慣なんかはすごい有名だけど、で、4アグリーメントも、割と海外ではすごい聞くんで、日本語版もあるみたい、さっきの4つの約束みたいなのがあるみたいなので、この4項目を、ちょっと順番に触っていこうかなっていう感じ。私は読んでません。まず1つ目、Be impeccable with your word。日本語訳、一貫性を持ち、愛と真実の言葉を使います。硬いね。自分の英語力で訳すんだったら、一点の曇りもない言葉を使いましょう。言葉を研ぎ澄ましましょうみたいな。大事に使うみたいな感じですかね。そうですね。で、インペカブルなんで、罪を押し付けようがない言葉を使ってください。みたいな。どうですか？いきなり降ってきた。例えばすごい分かりやすいところだと、子供が挑戦してるときに、いや、あんたそんなことできないから。やめときない。できない系の言葉を使いたくないっていうのは、割といろんな親が思ってることかなって思いますね。あとは、謙虚さのアピールとして、大した仕事じゃないんでとか。ギャグで笑えればいいけどね。誰か突っ込んでわざわざくれるみたいな立場だったらいいけど、そのツッコミ探しでもなしかなと思ってて、あんまり使わないようにしてる。つまんない仕事してますから。そうつまらないものですから。それであれば素直に、どっかのなんとかですとか、今自分はこんなことしてますとか、でいいのかな。あとは、私バカだけどとかよく言う人いるじゃないですか。あれも、もったいないなと思うね。やっぱり私バカだけどって言う前よりも言った後の方が間違いなくバカに近づいてる。自分は本当に言霊って言うけど、本当にそれを信じてるので、言葉の力っていうのはあると思うんで、もちろんね、俺は空飛べるって言った瞬間空飛び始めないけど、でも、言う後の方が近づいてるのかなって。この間、私、お友達のママに、あんまりネガティブなこと言わないよね。いつもポジティブなことしか言わないって言われた。ほら、髪切ったの？そう、パパと2人で切ったの。上手に切れたね。すごいね。とか言うだけなんだけど、ちっちゃなことでも嫌なこと言わないって言われて。いいことじゃないですか。ね。逆にそこでネガティブな言い方ってでもほら、ちょっと自分たちで切った感が出るよね。とかさ、ここちょっと切れてないよね。とかそういうのかな。わかんないけど。それは別にありなんじゃないですかね。次の発展に向かうんだけど。だからそこでそのシチュエーションでありそうな悪い言葉遣いって言ったら、私なんかが切っちゃったからとか。そうだね。へったくそでしょとかね。なんか違うんですよ。だから自分も絵描いてて自分が上手いとは思わないけど、俺なんかが描いた絵だから。多分これは言わないと思うんだよ、俺多分。自分の絵が全然上手くないのはまだ分かってるんだけど、言っちゃった。ネタなのかまだ発展途中なのは分かってるんだけど、自分俺なんかがとかはなんだろうね、どこが僕だなんだろうね。でもそれはさ、心が入ってるか入ってないかのような気がする。ものすごく卑下してる人いるじゃない。その人がさ、いや自分なんてあれなんでみたいに言うと、普通の人が言うよりグッとくるっていうかさ。でも今自分の言葉で気づいたのが、俺なんかがっていうのはこのさ、自分を否定しちゃってるじゃない。自分の技術やるの。そこかなと思うんだよね。美咲が描いた絵とかでも、下手くそだねとか絶対言わないしね。下手じゃないからなのかもしれないけど、ほらすぐ私嫌なこと言うって言ってまず言われるじゃん。この間も私思ったのが、美咲が全然ご飯食べないで、もう食べる作る気なくすって言ったら、美咲がいっぱいフォローしてくれて、おにぎりはたくさん食べてるよとか言われた時にすごい心が痛かった。ボソって言っちゃうんだもん。だからそれがダメってことですよね。研ぎ澄ましましょうってことですよね。自分もそのセリフ気になったな。あとなんだっけ。イライラする。イライラするってよく言ってるのもっとイライラするに決まってるじゃん。さっきよりもイライラしてる。そう当たり前でしょ、そんなに。吐き出して発散してんね。そういうのはでももったいないし、あとため息すごい多い。でも私ため息は別にそんなに悪いと思わない。吸ってはーってやるとヨガでもあるんですけど。それは深呼吸でしょ。深呼吸はいいと思う。
なんでわざわざはーってやるんですよ。だからそれはそれで。じゃああれは深呼吸ですね。うん。じゃあ言葉を研ぎ澄まそう。日本語なんて言ったっけ俺。使う言葉を研ぎ澄ます。なので、なんて悪い言葉を使ってたらもう全然指摘しちゃっていいかなと。でもここでも思うんだけど、自分の動画とか見ててもやっぱり強すぎる言葉とか、この仲間内だと許されることあるじゃないですか。ノリツッコミみたいなのとかね。何やってんだよとか。でもやっぱりそれもね、ちょっと時間を置いて動画で見るとすごい強い。そうかもしれないね。強すぎてもう聞く気なくすの。だからここでもすごいちゃんと選び抜いた言葉を使うようにしないと全然人に届かないなって思いますね。マナとそんなに喋らないから。私が100喋るうちの10ぐらいしか喋んないから、10に一点集中できるけど、私100喋っちゃうからさ。そこは気をつけます。はい。というわけで、じゃあ皆さんの言葉に対する考え方とかご意見ありましたらお待ちしております。はい。チャンネル登録、いいねお願いします。